貯金していれば安心。無駄遣いせず、定年まで真面目に勤め上げれば、安泰な老後が待っている。投資なんてギャンブルには手を出さず、汗水垂らして働くことこそが尊い。50代の皆さん、私たちはずっと、そう教わってきました。親からも、先生からも、上司からも、そう言われて育ってきました。そして、その教えを忠実に守り、雨の日も風の日も、家族のために懸命に働いてきました。その努力は、本当に素晴らしいものです。誰に恥じることのない、立派な人生です。あなたが築き上げたその土台の上に、今の日本社会は成り立っています。しかし、あえて残酷な事実を突きつけなければなりません。その昭和、平成の成功法則は、たった今、音を立てて崩れ去りました。貯金が正義だった時代は、完全に終わったのです。もしあなたが、今の考え方のまま、これからの10年を過ごそうとしているなら、残念ながら、あなたの資産は目減りし、生活水準はじわじわと下がり、最悪の場合、あんなに頑張ったのに、貧乏な老後を迎えることになります。退職金も年金もあなたの生活を守ってはくれません。なぜか。答えはシンプルです。ゲームのルールが根底から変わってしまったからです。これまでの30年間、日本はデフレという特殊な環境にありました。物の値段が下がり続ける世界では、現金の価値は相対的に上がり続けました。100円で買えるものが翌年には90円になる。だから銀行に預けてじっとしていることが実は最強の戦略だったのです。リスクを取らず、ただ現金を握りしめている人が一番賢かったのです。しかし今はどうでしょうか。スーパーに行けば卵も野菜も値上がりしている。電気代もガス代も上がっている。建築費の高騰で家の修繕費のバカにならない金額になっている。馴染みの定食屋のランチはいつの間にか1000円を超えている。日本は今、世界と同じインフレという名の荒波に飲み込まれようとしています。インフレの世界では、現金は持っているだけで腐っていく生鮮食品と同じです。今日買えたものが来年には買えなくなる。1000万円という通帳の数字は変わらなくても、その中身、つまり価値は氷のように溶けていくのです。この状況下でじっとしていることは守りではありません。それは座して終わりを待つのと同じことなのです。今日お話しするのは単なるお金持ちになる方法といった軽い話ではありません。これから来る激動の時代を生き抜くための生存戦略です。これから10年、日本人は残酷なまでに貧乏になる人と富裕層に二極化します。その分かれ目は年収の差でも才能の差でもありません。新しいルールに気づき、装備を変えられたかどうか、たったこれだけの差です。今からお話しする4つの決定的な差を知り、今日から行動を変えれば、50代からでも資産を築き、余裕のある老後を迎えることは十分に可能です。まだ間に合います。ようこそ、お金と自由の航路へ。船長です。それでは、デフレ脳を捨てて、インフレの海を渡るための新しい装備について、具体的に4つのポイントで解説していきます。1つでも当てはまっていたら、今日が買えるチャンスです。決定的な差、その1。人的資本を捨てる人と、磨き直す人の差。50代になると、多くの人がこう考えます。もう年だし、あとは定年までなんとか逃げ切ろう。新しいことなんて覚えられないし、役職定年で給料が下がるのも仕方ない。退職したら、のんびり隠居生活でもしよう。厳しい言い方ですが、こうやって自分の人的資本、つまり稼ぐ力を放棄した人から、貧困予備軍になっていきます。インフレの時代において、最も強い資産は何だと思いますか？株でしょうか？不動産でしょうか？金でしょうか？いいえ、違います。それは、インフレに合わせて、自分の値段を上げられる労働力です。会社にぶら下がり、言われたことだけをこなす時間売りの働き方は、デフレ時代には通用しましたが、
これからは通用しません。なぜなら、あなたの給料が上がるスピードよりも、物価が上がるスピードの方が速くなるからです。会社は、付加価値を生まない中高年の給料を、インフレに合わせて上げてくれるほど甘くはありません。一方で、富裕層になる人はこう考えます。50代は、知識と経験が一番脂に乗っている時期だと。彼らは、会社という看板がなくなった後も、自分は何で価値提供できるかを懸命に考えます。長年培ったマネジメント能力、業界の専門知識、あるいは若手の指導力、これらを磨き直し、副業や定年後の再雇用、あるいは小さな独立に向けて準備を始めます。定年は終わりではありません。会社員という守られた第一章が終わるだけで、個人事業主としての第二章の始まりです。自分のスキルを棚卸しし、それを社会に高く売る準備をする。この人的資本への意識の差が、そのまま老後の豊かさの差になります。60代以降、月5万円でも自分の力で稼げる人は、資産数千万円を持っているのと同じくらいの安心感を手に入れるのです。決定的な差、その2、現金の弱さを知っている人と知らない人の差。かつて、貯金は美徳であり鉄壁の防御でした。しかし、インフレ下において、貯金は穴の開いたバケツです。これは比喩ではありません。算数の話です。例えば、あなたが老後資金として、2000万円を銀行に預けているとします。もし、日本の物価が毎年 2% ずつ上がっていったら、どうなるでしょうか。10年後、その2000万円の価値は、実質1600万円程度まで目減りします。何もしていないのに、高級車1台分のお金が空気中に消えてなくなるのです。これが現金の弱さです。貧乏になる人は、この事実に気づきません。気づかないふりをしているのかもしれません。元本保証がないと怖い。投資は損をするかもしれない。そう言って、現金を抱きしめたまま沈んでいきます。彼らにとって、投資はリスクに見えるからです。しかし、富裕層になる人は知っています。現金だけを持っていることこそが、インフレ時代における最大のリスクだと。彼らは、投資をお金を増やすギャンブルだとは思っていません。現金の価値が下がる分を補うための防衛手段だと考えています。例えば、全世界株式や米国株式への投資信託。これらは、世界経済の成長に合わせて価値が上がっていきます。インフレになれば、企業の売り上げも上がり、物の値段も上がり、結果として株価も上がります。つまり、株を持つことは、インフレの波に乗るサーフボードを持つことなのです。50代からでも遅くはありません。新NISAなどを活用し、資産の一部を現金から株式へと置き換える。全財産を投資しろと言っているわけではありません。ただ、現金 100% という無防備な状態を脱出する。この装備の変更ができるかどうかが、資産を守れるかどうかの分岐点になります。決定的な差、その3。長く働くことを罰ゲームと思う人と、魔法の杖だと思う人の差。60歳になったら、きっぱり引退して悠々自適に暮らしたい。年金だけで暮らせるような生活が理想だ。そう思っているなら、今すぐその考えを捨ててください。それは、一部の超富裕層だけに許された特権です。人生100年時代。60歳で引退したら、残り30年以上、40年近くの時間があります。その長い期間を、貯金を取り崩すだけで生きていく。これは精神的にも、経済的にも、想像を絶する恐怖です。通帳の残高が減っていくのを毎月眺めながら、あと何年で尽きるだろうかと怯えて暮らす。そんな老後は地獄です。長生きがリスクになってしまいます。一方で、富裕層マインドを持つ人は知っています。細く長く働くことこそが最強のインフレ対策であり、資産寿命を伸ばす魔法だと。数字で見てみましょう。例えば、月10万円稼ぐ仕事を65歳から75歳まで10年間続けたとしましょう。総額で1200万円になります。これだけの金額を
投資の利益だけで作ろうと思ったら、元でいくら必要でしょうか。年利 4% で運用するとしても、3000万円の元本が必要です。3000万円貯めるのは大変ですが、月10万円稼ぐことは、健康な体とスキルがあれば十分に可能です。フルタイムで満員電車に乗って働く必要はありません。週3日でも、自分の得意なことや好きなことで社会とつながり、対価を得る。そうすれば、貯金を取り崩すスピードは劇的に遅くなります。むしろ、資産は減らずに増えていくかもしれません。年金プラスアルファの収入があるという安心感は、何千万円の貯金にも勝るのです。働かされるのではなく、自分の意思で働く。お金のためだけに嫌なことをするのではなく、社会との接点として働く。このマインドセットの切り替えが、あなたを老後破産から救います。決定的な差、その4。他人の評価で生きる人と、自分軸で生きる人の差。バブル世代の余韻が残る50代男性にありがちなのが、見栄による資産の流出です。立派な持ち家、維持費のかかる高級車、部下への過度なおごり、子供への過剰な援助。部長ならこれくらい持っていないと恥ずかしい。男ならこうあるべきだ。ご近所の手前、みっともない格好はできない。そうやって他人の物差しで消費をしている限り、お金はいくらあっても足りません。これらはすべて他者からの評価を買うための浪費です。インフレ時代に見栄のために固定費を上げるのは致命的なミスです。なぜなら、インフレで生活コストは勝手に上がっていくからです。そこに自ら見栄という重りを乗せれば、家計が破綻するのは時間の問題です。本当に豊かな人は驚くほど地味です。彼らは他人がどう思うかには1円も使いません。自分が何に幸せを感じるかにだけお金を使います。ユニクロを着ていても、片落ちのスマホを使っていても、彼らは堂々としています。なぜなら、口座には十分な資産があり、心にはいつでも会社を辞められるという自由があるからです。その自信こそが本当のブランドです。見栄という重い鎧を脱ぎ捨てて身軽になること。これがこれからの時代を生き抜くための必須条件です。人からどう見られるかではなく、自分がどう生きたいか。その軸を持った人だけが無駄な支出を削ぎ落とし、本当に大切なものに資産を集中させることができます。いかがでしょうか。人的資本、現金の弱さ、長く働くこと、そして見栄を捨てること。これらはすべて、これまでの常識とは真逆かもしれません。今まで信じてきたことを否定されたようで、不快に感じた方もいるかもしれません。そんなこと言われても、今更生き方なんて変えられないよ。もう50代だぞ、手遅れじゃないか。そう思った方もいるでしょう。その気持ちは痛いほどわかります。50年間積み上げてきたスタイルを変えるのは本当に怖いことです。でも思い出してください。あなたはこれまで何度も変化を乗り越えてきたはずです。手書きの書類がパソコンに変わり、ポケベルがスマホに変わり、会議がオンラインに変わっても、その都度新しいルールに適応し、会社を、家族を支え、生き残ってきた実績があなたにはあります。あなたには変化に対応する力があるのです。今回の変化も同じです。ただ、装備を変えるだけです。現金という木の盾を置いて、投資という鉄の盾を持つ。会社という大きな船から自分という小舟に乗り換える準備をする。それだけのことです。50代は決して終わりの始まりではありません。子育ても一段落し、自分のために時間とお金を使える人生の収穫期です。この素晴らしい時期を、インフレへの恐怖やお金の不安で塗りつぶしてほしくないのです。今日、この動画を見たことがあなたの転換点です。まずは、少額から新NISAを始めてみる。あるいは、週末に自分のスキルを棚卸ししてみる。見栄で入っているサブスクを解約してみる。健康のために少し運動を始めてみる。どんなに小さな一歩でも構いません。行動した人だけが未来の自分を救うことができます。
評論家にならず、プレイヤーであり続けてください。今日が一番は回避です。この言葉は若者のためだけの言葉ではありません。これから30年、40年と続いていくあなたの人生において、今この瞬間こそが最も柔軟に方向転換できるチャンスなのです。不安になる必要はありません。あなたは一人ではありません。このチャンネルには同じように悩み、学び、行動しようとしている同世代の仲間がたくさんいます。もし今日の内容でハッとした、これならできそうだと思うことがあれば、ぜひ高評価ボタンを押して決意表明してください。またコメント欄で私はこれからこれを変えます、こんな装備を始めましたという宣言を書いてみてください。書くことで思考は現実になります。このチャンネルではこれからもきれいごと抜きの大人のための生存戦略を発信していきます。まだの方はぜひチャンネル登録をして、私と一緒に賢くしたたかにお金と自由の航路を進んでいきましょう。波は高くなっていますが、羅針盤と装備があれば必ず乗り越えられます。自信を持って舵を切っていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。